こんにちは、小写真研究員の井桜です。今回は第8話、麻布区をご案内します。私は今、麻布山善福寺の前にいます。今回最初の1枚はここからです。こちらが麻布山善福寺です。天長元年、今から1198年前に弘法大師によって開山されたと言われます。この屋根が本堂です。善福寺には安政6年から明治8年までアメリカの公使館が置かれました。ここにアメリカの星条旗が見えます。この写真は文久3年に撮影されています。こちらの写真にはアメリカ公使の庭江戸1867年と書かれています。慶応3年に撮影された善福寺の庭のようです。中央に人が数人いますが、こちらが慶応2年から明治2年まで在任していた3代目の在日アメリカ公使ファルケンブルグです。左側には僧侶の姿もあって、第27世麻布紅葉住職でしょうか。麻布の善福寺といったら何といってもこのイチョウの木が有名です。鎌倉時代、浄土真宗の開祖親鸞が善福寺を訪れた際に地面に刺した杖から根が生えて芽吹いて成長したといいます。枝が上から何本も垂れ下がっていて根が上にあるように見えるので逆さイチョウと呼ばれています。そう思うと確かに枝が根っこのように見えてきました。現在の逆さイチョウです。樹齢はおよそ750年と言われ、国の天然記念物に指定されています。第二次世界大戦で善福寺の本堂は全焼し、このイチョウもダメージを受けましたが、回復して今に至ります。東京都内では最大級の巨木です。当時の麻布区はここです。ここが芝区の部でご紹介した増上寺です。中央上部の赤坂檜町陳大平永と書かれている場所が現在の東京ミッドタウンがある場所です。この辺りは青山霊園。ちなみに現在ある六本木ヒルズはこの辺りです。地図を拡大します。現在は道路が整備されているので、この地図だとちょっと分かりづらいですが、現在の麻布十番商店街はこの辺りでしょうか。当時は麻布宮下町という地名でした。この辺りは坂が多く、大黒坂、暗闇坂、たぬき坂です。矢印方向が上りです。この辺りには一本松と呼ばれる松の木がありました。そしてそこからこの坂は一本松坂と呼びます。最初にご紹介した麻布山善福寺はここにあります。次はこちらの一本松。この辺りからこの角度で麻布十番方面を見下ろしています。こちらが一本松です。明治前期に撮影されています。この松の歴史は古く、江戸時代中期に書かれた江戸砂子には源経元が平安時代の939年頃に冠装束をこの松にかけたことが記されています。江戸名所図絵にも描かれていて有名な松だったことがわかりますが、その絵にはこの松よりもっと枝ぶりの立派な大きな松が描かれています。江戸名所図絵は天保5年1834年に刊行されましたが、実はその62年前の明和9年に焼失して植え替えられたそうです。そうするとこの松は樹齢100年ぐらいになりますが、どうでしょう。木の樹齢は私には分かりません。一本松の左側、写真中央に下り坂が少し見えます。この坂が大黒坂です。
この辺りが麻布宮下町、現在の麻布10番の商店街付近だと思います。現在の一本松です。甘酒を入れた竹筒を収めると咳が治るという言い伝えがあるそうです。現在のこの松は第二次世界大戦後に受け継がれたもので、3代目とか5代目と言われ、明らかにされていません。こちらは雪の日に撮影された一本松付近から麻布宮下町方面です。この一本松も寒そうですね。雪で遠方の景色はよく見えませんが、ここに男性が立っています。白っぽいマフラーに黒いマント、灰色の袴姿のこの男性、こんな寒い雪の日にこんなところにもいました。先ほどのマフラーの男性です。釣りでもしているんでしょうか。中央を流れる川は古川、奥に見える橋は赤羽橋です。赤羽橋の左奥には前回芝生の部でご紹介した芝東照宮や増上寺があります。ここに大名屋敷のお長屋の角が少し見えます。こちらの赤羽橋からこのお長屋を見てみましょう。左側に大名屋敷のお長屋が遠方まで続きます。ここは久留米藩有馬家の上屋敷です。この写真は慶応元年に撮影されています。左側のここに木で隠れていてちょっとよく見えませんが、火の見櫓があります。有馬家は幕府から大名火消しを命じられ、この上屋敷には増上寺を火災から守るため、屋敷内の高台に9メートルほどある火の見櫓が建てられていました。江戸時代、広重の浮世絵にも描かれた有名な火の見櫓です。久留米藩有馬家の上屋敷は明治になると新政府に接収され、有馬家は青山に移転しました。それに伴い火の見櫓も解体されます。こちらはその解体中の火の見櫓です。雪の相乗効果もあってなんだか物悲しいですね。写真を一つ前に戻しました。久留米藩有馬家の上屋敷の横を流れるここが古川で、この橋が中野橋です。中野橋の後ろ少し遠方が麻布区になるんですが、麻布区のご紹介できる写真が少ないので、この中野橋を左に渡った芝生の三田近辺をご案内します。ここが古川に架かる赤羽橋です。そしてこれが中野橋。先ほどの写真は赤羽橋からこの角度で撮影されたものでした。制作局と書かれているここが久留米藩有馬家の上屋敷があった場所でした。次は久留米藩有馬家の上屋敷を西側から見たもので、この辺りからこんな角度で撮影されています。ここ道路が曲がっていますが、ここには元神明宮という神社があります。続いてその次にご紹介するのは、この辺りからこの角度で三田の綱坂を撮影したものです。2枚とも文久3年に撮影されたもので、当時は右側のここに島原藩松平家の中屋敷、その奥には松山藩松平家の中屋敷、左側には会津藩松平家の下屋敷、そしてその奥には佐渡原藩島津家の上屋敷がありました。こちらが久留米藩有馬家の上屋敷の西側を撮影したものです。中央の突き当たりが元神明宮で、右側のお長屋が久留米藩有馬家の上屋敷です。撮影したのはフェリーチェ・ベアト。外国人が何かしているぞと侍が見張っています。物々しいですね。大名火消しを命じられた有馬家のこの上屋敷には、
4、50名のたくましい屈強な火消し人足が常に待機していたそうです。窓から覗いているこの人が火消し人足でしょうか。屈強そうです。そして左側は大中寺というお寺です。こちらにも塀の上から人が大勢こちらを覗いていました。こちらは三田にある綱坂です。右側が島原藩松平家の中屋敷で、現在は慶応義塾大学の三田キャンパスがあります。その奥の高台には松山藩松平家の中屋敷があります。現在はイタリア大使館です。左には映っていませんが、会津藩松平家の下屋敷、現在は慶応義塾中等部があります。そしてその奥の木が茂っている場所が佐渡原藩島津家の上屋敷です。現在は綱町三井クラブがあります。こちらもフェリーチェベアトが撮影したもので、お侍さんたちがこちらを不思議そうに見ています。この頃の写真は露光時間がかかるので、こちらの人は動いてしまったようです。半透明の分身のような影がいくつもできてしまいました。ベアトはよく撮影の許可を得ないうちにそっとレンズの蓋を開け、何食わぬ顔をして撮影していたようですので、この人たちは映されていることに気づいていないかもしれません。そう思うと、こちらのお侍さんたちはどのくらいの間、こんな不思議そうな顔をして立っていたんでしょうね。今回は麻布と芝区三田をご案内しました。いかがでしたでしょうか。次回は第9話赤坂区の部です。お楽しみに。